キリスト者としてどういうふうに生きていくかっていうのはコミュニティの中での自分なので、それを諦めずにうまく持続させるにはどういうふうに生きていったらいいかっていう、それを考えながらも生き続けることだと思います。一人だけでできないことしかないので、生体礼儀は一人ではできないので。最近お葬式、その正教会のお葬式に初めて参加したんですけど、もちろん悲しくたくさん泣いたし、その方がね、この地上にいないっていうのは寂しいんですけれども、ものすごく美しいなと思って、そのお葬式が。なんかこんなに美しいお葬式を見たことがないっていう、なんかそれをすごく感じて、なんかどう思われます？野さん。いや、それは本当すごい、佐々木さんだけじゃないと思う。それこそ日本にキリスト教がもっと増えて、19世紀の終わりぐらいからで、日本の聖ニコライがいろんなところで宣教活動したり、で聖ニコライのね、教え子たちも日本のいろんなところに行って、その宣教活動してるときに、どこかの村で正教会の誰かが亡くなってお葬式があって、正教会の。で、それを見て、そこの他の正教徒じゃない村人たちが、あんなお葬式があるんだったら、自分たちもその一部になりたいと、正教徒になりたいって思ってなったっていう、伝説みたいな言い伝えもあるので。驚かない。それぐらい美しかった。そう。うちおばあちゃんが、私は正教徒として死ぬから、お葬式は正教会でお願いしますって、自分がすごい具合悪かった時に、病院にいる時に、信者になりますって言って、で、緊急の洗礼を受けて、そしてその後、20年ぐらい生きちゃったんですけど。いや、めっちゃもう祝福がもう。なんか、本当にもうダメだってみんな家族集められて、で、なんかもう緊急だから、神父さんが自分は教会に行けないから、うちのお父さんに、うちの父が、もう緊急のお祈りして、洗礼を受けさせて、で、全部段取りして、で、もう多分もうね、あと生きるのも数日かなみたいな感じだったらしいんですけど、なんか生き返った。生き返った。癒された。そしすごい。てそうで、あれ、お葬式するんじゃなかったっけみたいな。いや、おめでたいことですね、それは。その後、はい、その20数年後に祖母が亡くなった時にちゃんと正教会のお祈り、お葬式で、はい、送りました。はい。そうだったんですね。はい。いや、でもそれはちょっと嬉しいお話を聞けました。よかった。そういうこともあるんで、ね。そういう方針でやっぱり、お葬式も含めて婚配式もそうだし、洗礼式もそうだし、なんだろう、これってなんかもうほんと、美しいし、もうほんとに神様がそこにいるんじゃないかって、いるっていう、この地上の天国ですから、そう、があるなって感じられるっていうのがすごくいいやっぱね、素晴らしいなって思います。はい。いや、ほんとに。ね、そうですね。なんか私だったらアメリカの正教会だけを今知ってる状態なんですけど、美穂さんは、日本でもずっと正教会に行っていて、で、アメリカにもね、行ってるっていうことで、なんか日本の正教会とアメリカの正教会を比べた時に、違いっていうのあります？違いね、やっぱ母体数が違うから、できることの規模が違っちゃう。できること、できないことの差が。で、日本はやっぱり社会全体が高齢化と、あと人口減少っていうね、
こう社うん会的な問題もあるので、で、まあ、都市はそこまでじゃないかもしれないけど、地方に行くとそれをすごく感じるので、うやっぱん。り、人がなかなかいないと、どこの地方の教会に行ってもやっぱ人は少ないっていうのが現状で、寂しい限りです。うん。うんうん誤解はだから社会の縮図なので、うん。そうですよね。まあ、アメリカと日本のその正教会のその現状をこうなんか見たときに、なんて言うんだろう、こう正教会が、まあ、もっと広がるために、うん。なんか必要なことは何だと思います？なんだろうな。な正教会がっていうよりやっぱほら、キリスト教自体があんまりなんだろう、ま、知ってるけど、それがほんとに何かっていうのはなかなか日本の人たちには伝わりにくいところがある気がして、うんうん。ミッションスクールとかね、やっぱりね、キリスト教系の学校もたくさんあるけど、でもそれがこう生活の中にどう入っていくかっていうのはまたちょっと別で、うん。なんか、なんだろうな、日本の人ってやっぱほら、日本っていっぱいいろんなことがこうスムーズで、時間通りだし、で、うん。結構人が何でもコントロールできることが多いので、なんか神様に委ねるとか、そういうなんかうん。危機的な状況あんまりないじゃない。ま、ね、うん。なんか震災とかも、やっぱね、地震も起こるし、ね、うん震災うん。もあるから、そういう時にこう、ね、なんか精神的な支えになるものは何かとか、あの、うん。考える余裕があんまりないんじゃないかなと思って。うん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 。教会ってこう、そういう何かあった時、何かあった時じゃなきゃだけじゃなくて、日々の生活の中で、なんか精神的な支えになる精神的なものにうん。何かこう、オファーできるような場所で、それでそういうのを必要とする人たちを受け入れる体制がこう、あればいいんじゃないかなと思うんですけど。うん、なるほど。実際その学校はたくさんあるうん、から、なんかその学校とかじゃなくって、うん、なんかほんとにその誰かのこううん、ニーズを、特に精神的なところをカバーできるような、なんか助けになるような、うん、それでいてそのキリストのことを知れるような、その場うん、所うん、で、私香川出身なんですけど、うん、なんかもうなかったですもんね。子供の、まあ、だいぶ前になっちゃいますけど、子供の時ってなると。でもやっぱり、そういう場所もなかったし、あるのはもうその学校だけ、キリスト教系の学校だうん、け。でも別に自分はそこに行ってなかったから、もうなおさらイエス様のことをうん、知る機会もなく大人になりましたみたいな。うん。うんうん。だからそういうところに行き着く土壌がやっぱりちょっと少ないんじゃないかなと。うんうん。うん。私はほら、たまたまその函館で生まれうん。育って、で、その教会、そのハリスト正教会だけじゃなくて、カトリックの教会もあとそこのすぐ横に聖公会の教会もあって、こう、結構そういうインフルエンスがあったから、教うん。会的な、うん。私の周りの子とかも別に私のこと変だなとか不思議とかも思わずに、そんなうん。もんだみたいな感じでみんな受け入れてくれてたし、うん。うん。割とそういう受け入れる土壌は結構あったなって思う。だけど、それがね、その場合、そこは日常にそういうのがあったから、うん。良かったんじゃないかなと。でもそうじゃない場合は多分なかなか厳しいなと思います。確かに。すごい函そう。館ってでも、聖ニコライがやっぱり到着うん、した場所だから、なんかキリスト教じゃない人もうん。結構知ってるんですか？その歴史的な背景だったり。ちょこちょこやっぱりね、パンフレットとか見たらやっぱそういうのも出てくるし、ほら、そのうーん。博多正教会のイメージがもういろんなところにあって、マンホールとかにまで教会の絵なの。だからなんかいろんなマンホール？マンホール、うちの目の前のマンホール、うん。なんかいろいろほらデザインいろいろあるじゃないですか、最近マンホールっはいはい。て。うん。お花とか、
はい。うん、魚の絵とか、うん。函館市マンホールのパターンがいくつかあって、うん。そのうちの一つがハリスト正教会の絵なんですよ。おお、すごい。ちょっと写真見てみよあ、今度ちょっとでも、うちの周りの写真撮って送りますよ。う。もう送ってください、ほんとに。もう、ええ、ちょっとね、え、これって感じ。なんか、踏んではいいのかなみたいな。確かに。確かに。ええ。そう、じゃあ、そう、日常にやっぱ散りばそう、められているんですね。そうそう、なんか交通安全の旗とかも、うん。教会の絵のところがあって、交通安全って書いてたり、そう、そうやって育ったの。じゃあ、日本でもちょっと違いますね、なんかこ違うのかな、なんかすごいう。やたうん。ら、教会のイメージ、絵がうん、うん、すごいいっぱいあったから、日常にうん。溢れてた。そう、それはちょっとやっぱちょっと特殊かなと。うん。すごい、やっぱ聖うん。ニコライのインパクトが、だと思う。ね、今もうん。強い。うん。じゃ、周りも割とクリスチャンだよっていう人いたんですか？いや、周りにクリスチャンはほぼゼロ。あ、それ私だけ。でもそうなんだ。たまに、へえ。なんか美容師さんはカトリックの代々信者さんとか、へ結構なんか、え。仲良くしてる方の中には、実はうちうん、カトリックの信者さんとか、何人かうん、ちらほらいたけど、正教徒の人は、ほんとに私の知ってるそのコミュニティの人がほうん。とんど、うん、うーです。他ん。の方も少しいるかな。うん。なるほど。それでうん。も別に変なね、感じで見られなかったってうん。いうのは、もう教会があるっていうのはもうみんな、うん。函館市民はもうみんな知ってるし、それは信者もいるでしょうみたいな感そう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 、そういう感じだったんですね。じ。うん。うん。そう。からあんまりなんか不思議がられないっていうか、あ、そうなんだみたいな。うん。うん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 。そう。でもやっぱり、うん。こう、家出て、函館出て、私京都にも住んでたことがあって、うん。なんか、珍うん。しいねみたいな。そう。言われました？私大学院は同志社大学の大学院、神学科のに通ってて、それで、やっぱ周りプロテスタントのね、お友達が圧倒的に多くて、ううんうん。ん。すごいマイノリティで、みんなすごい優しくて、今でも仲良くしてもらってますけど、うはい。んうんうん。優しいですよね。クリスチャンの人すごうん、いね、優しい人がね、たくさんいて、はい。日本でもアメリカでも。うん。やっぱほら、日本にいるとキリスト教徒っていうだけでマイノリティだから、もうなんかそこでうん、すごいやっぱり、お互いこう分かり合えるところがすごく多くて、うん、すうんうん。ごい当時は、そのお友達といろんな話して、すごい支えてもらったなって今思うとあります。うん。うーん。良かったですね。その大学もね、すごいなんかクリスチャンのうん、多そうな大学だなってすごいうん、思ったんで、ね、そういう環境になんか、ミオさんがもう生まれた時から函館のそのクリスチャンの結構根付いている地域に生まれて、で、大うんうん。学もそういうね、クリスチャンの人が多い日本でも大学うん、に行って、なんか道がね、やっぱりそうですね。敷かれているんだなっていうのを感じましなんかたけど。見えざいやほんと、見えざるまさかこんな風になるとは全然思ってないけど、ただ単に小さい頃からほんと、自分ちょっとなんか違うなとか、なんかやっぱ正教徒だからかもしれないけど、こうん、う、なんか人とは違うのかなって。でもそれをなんかって何か分からないから、うん、とりあえず高校出たら日本の外に出てみようみたいな、そううん、いうなんか突拍子もない、うん。考えのちょっと浅い、いやいやもういやいや。若さだけで言ったような。うん。でもそういう時もなんかどこかでそういう見えざる手みたいな道が、こう自分だけじゃない何かに導かれることが多かったと思いますね。うん。うん今そううん。やってインタビューでおう話ししてるん。ので、そうだったんじゃないかなって思うこといっぱいある。すごい。きっとね、これからもそういうその道が
見えざる手と見えざる道っていうのが、ね、美穂さんの先に用意されてるんじゃないかなって思うんですけど、こう最後に、はい。まあ、その信仰生活がね、長い美穂さんですけど、まあ、なんかその信仰生活を続けてこう行く上で、大切にしていること、うん。うん、を教えてもらってもいいですか？痛快と良性を続けること。もう教うん。会に居続けること。教会に居続けること。うん、居続うん、けること。で、人と交わること。そう。まあ、教うん、会の中でも外でも。結局ほら、キリスト者としてどういう風に生きていくかっていうのは、ね、自分ちゃんとしてないといけないっていうのもあるけど、こうコミュニティの中での自分なので、うん、それを諦めずに、こう、うん、うまく持続させるにはどういう風に生きていったらいいかっていう、うん、それを考えながらも生き続けることだと思います。うん、うん。うん。生き続けるって簡単なようで簡単じゃないですもんね。うん。うん。どうなんだ、ま、人にもよると思うんだけど、多分、なんうん、だろう、コミュニティあってこその教うん、会だって私はやっぱり思うので、うん、どんなに知識があろうが、どんなに偉いランクがあろうが、うん、ね、神様の前では一個人だし、でもそのうん、一人だけでできないことしかないので、もうん、うう、うん、ん、お祈りは一人じゃできないので、ま、一人指揮塔はあるけれども、うん。ね、こう、生体礼儀は一人ではできないので、確かに。うん、はい。なんかそこに自分を持っていくことを続けること、もううん、それだと、そういう風にうん。思って、はい、日々生きてます。ああ、ありがとうございます。ちょっと私もそれを大切にして、やっぱ日々いろんなことがありますから、なんかその中で、あ、今日は教会いいかなとか、うん。疲れてるからもういいかなとかって、やっぱりなんかこう、小さなようで、そういうバトルっていうか、あるなうんうんと思って、ううん。ん。あ、ちょっと私も、うん、改めてそれを大切に頑張ります。いや、できることね、ま、でも小さいお子さんいる方とかは、ほんとできることうん、をするのが一番だと思う。人生長いんで大うん、丈夫だ。そんなそうです。厳しくしなくても、うん、できる範うん、囲で。はい。できる範囲で。はい、ではい。きる範囲で。はい。うんうん。ありがとうございます。今日はもう貴重なお時間ありがとうございまあ、した。いえいえ。いえいえ、こちらこそありがとうございました。